皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日点検する銘柄はニュークレラップなどでおなじみの化学メーカークレハ、証券コード4023です。直近で大幅な増配を発表し、配当利回りが急上昇しているため現場でも注目が集まっています。果たして中身は安全なのか、一緒に確認していきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。会社の健康診断のんびり点検シートで基本的な数値をサクッと確認します。配当利回り 5.56%、3.0% 以上なので合格です。お金の運用上手さ ROE3.62%、 10.0 以上が目標ですが、ここは少し寂しい数字ですね。会社の基礎体力自己資本比率 50.7%、50.0% 以上なのでしっかりと体力のある状態です。配当成功 57.9%、50.0% を少し超えていますが無理のない範囲です。本業の稼ぐ力営業キャッシュフロー、最新の第3四半期累計で208億円のプラスとなっており、本業でしっかり現金を生み出せています。全体として運用効率には課題がありますが、体力は十分で配当も魅力的などっしりとして有料株という判定になります。次に事業内容の点検です。この会社がどうやって稼いでいるのか、売上の内訳を見てみましょう。最新の第3四半期の実績で確認します。一番の稼ぎ頭は機能製品事業で売上455億円、全体の 38.6% を占めています。ここはリチウムイオン電池に使われる部材など最先端のものづくりを支える素材を作っています。次に大きいのが樹脂製品事業で売上284億円、全体の 24.1% です。私たちにも馴染み深いニュークレラップなどの家庭用品がここで安定して売上を作っています。さらに農業用のお薬などを扱う化学製品事業が205億円 17.4% と続きます。日用品から最先端素材まで幅広い柱を持っているのが強みですね。続いて業績の軌跡点検です。では過去5年間の売上と利益のトレンドを見ていきましょう。2022年3月期から2023年3月にかけては、特需や原料価格の高騰を背景に売上が1683億円から1913億円へ、営業利益も201億円から224億円へと大きく成長しました。しかしその後は電池向け需要の停滞や在庫調整などの影響を受け、2025年3月には売上1260億円、営業利益94億円まで落ち込んでしまいました。2026年3月の通期予想では売上1650億円、営業利益140億円と再び回復に向かう力強い見通しを立てています。続いて財務の深掘り点検です。会社の貯金箱と借金の状況を点検します。最新の第3四半期末のデータです。手元にある現金は257億円です。これに対して銀行などからの借金である有利子負債は1180億円あります。現金の4倍以上の借金があるため、一見すると少し重たく感じるかもしれません。しかし会社の全財産総資産3592億円に対する返す必要のない自分のお金の割合自己資本比率は 50.7% をキープしています。設備投資のためにしっかりお金を借りつつも、会社の土台はびくともしない安全な水準を保っていると評価できます。次に還元姿勢の点検です。過去5年の配当推移です。2022年3月が70円、翌年に90円と増配し、その後は87円で安定させていました。ところが2026年3月の予想ではなんと219円へと一気にジャンプアップさせています。これは会社が新たに DOE 株主資本配当率 5% を目安とした配当を実施するという方針を掲げたためです。利益が少し落ち込んだ年でも会社の純資産を基準にして安定的に高い配当を出し続けるという
株主への強い誠意を感じる素晴らしい姿勢ですね。続いて直近決算と将来目標です。最新の決算状況も裏読みしておきます。2026年3月の第3四半期累計では、売上が前年より少し減りましたが、営業利益は 27.5% 増の133億円としっかりと利益を伸ばしています。リチウムイオン電池向けの樹脂は EV 市場の停滞で少し苦戦していますが、 PPS 樹脂などの別の機能製品が伸びたり、原材料の価格が下がったりしたことで採算が良くなっています。複数の柱があることでうまくカバーし合えている証拠です。続いてチャートと需給の点検です。現在の株価は3940円付近で推移しています。年初来高値の4905円からは調整が入っており、少し押し目を作っている状態です。割安さを示す PBR 純資産倍率は 0.83 倍と会社の解散価値である1倍を割り込んでおり、かなりお買い得な水準に見えます。また信用倍率は 0.57 倍となっており、将来の買い戻し圧力になりやすい売り算が多い状態です。需給面でも下値が支えられやすい面白い状況だと言えますね。最後に結論、のんびりの判定です。クレハは一時的な業績の踊り場を迎えつつも、強固な財務と画期的な還元方針で株主を大切にする優良企業と判定します。1倍割れの PBR と 5.5% を超える配当利回りは中長期でじっくり持つには非常に魅力的です。理想の指値としては直近の下値支持線となっている3800円から3900円付近で焦らず網を張っておくのが安全な戦略と考えます。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆様、本日もご安全に。